やべ、回ってた。回ってた。ちょっと待って。回ってたね。ちょっと待って。どうもこんにちは、ときまるです。回ってたね。気づかなかった。今日はエクストリームな節約術について話していきたいと思います。だいぶエクストリームなんでね、ほとんど参考にならないと思うんですけど、昨年末にですね、ガマ口夫妻の節約チャンネルに、僕のチャンネル紹介していただいてたみたいで、ガマ口夫妻さん、ありがとうございます。で、視聴者の方にね、言われて僕も気づいたんですけど、で、それでちょっとその節約っていう文脈で、ちょっと自分なりのその節約についてちょっと話してみようかなと思いました。それをヒントにね、今回話していきたいと思います。ただ内容はエクストリームなんでね、本当に役に立たないと思うんですけどね、ちょっと前提としてあるのは、この間コアの方で、僕のメンバーシップの方で、ニック・マジュリさんが書いた富の階段、The Wealth Ladder かな、っていうタイトルの本をね、紹介したんですけど、でそこに書いてることが自分自身のちょっと前提としてはあって、つまり資産が1500万円未満の時は、投資をするよりも自己投資をした方がいいっていう。基本的に僕もそのようなスタンスではいます。で、ただ僕は投資ずっとやってるんですけど、で、それができているのも、やっぱり節約をして可処分所得を増やしていると。コストを減らして可処分所得を増やして、それを空いた分を投資に回して、今このようなファイヤー生活みたいな状態になっていると。だからやっぱ結局、投資をしていくことは大事で、で、それに節約が効いてくるっていうことです。で、ミニマリズムというものは、節約の手段としても使われますよね。だからやっぱり少ないもので暮らすっていうことは、もうそれだけで、出ていくコストを下げられるので、見ていただいている多くの皆さん、結構ミニマリストの方多いと思うんですけど、やっぱそういうことを理解しながら、結構自分の貯金とか資産を増やしている人がやっぱ多いんじゃないかなと思うんですよ。だからそういう意味で、やっぱりそのミニマリズムと節約っていうのは、切っても切り離せない関係にあるって思ってます。で、これまでにも僕何度も話してますけど、やっぱりミニマリズムも結構いろんな文脈があって、特にその日本はその節約とか、そういう質素な生活みたいなところで語られることの方が多いです。ミニマリズムに関してね。で、ただ僕がもともと参照しているのはどちらかというとそのアメリカ的なミニマリズムで、それは資本主義に対するカウンターカルチャーだったりとか、消費主義に対するものとしてのミニマリズムっていう実践があるっていうこと。で、やっぱり物を作ってね、大量生産、大量消費っていう国から生まれたものだなっていう感じがしていて、で、それによって収入はどんどん増えるんだけど、それを追い求めることによって自分の生活が今度ね、お金を稼ぐために生活レベルを上げていって、で、それを毎月のローンとか毎月の支払いをこなすために収入を上げていくっていうループに入っていく。そうなってくると、今度自分がその資本主義の一機械みたいな状態になって、いわゆる会社とかね、組織の一機械みたいなものになって、ただ稼ぐマシーンみたいになってしまうっていうこと。そこに陥りがちなところをミニマリズムで脱構築していくっていうかな。なんかその自分の人生とか自分の時間を取り戻す手段として、そのアメリカでミニマリズムというね、考え方が発展したっていう経緯があります。で、ちょっと前置き長くなってるんで本題に入ると、もう1個目からいきますね。1つ目は、味噌汁玄米納豆、これしか食わないってこと。はい。これエクストリームでしょ。これですね。はい。私が基本的に家で食べてるものは味噌汁玄米納豆。はい。以上です。はい。で、たまに卵とかね、食べるかな。たまに卵とか、お刺身とかね、魚とか食べるんですけど、基本的にはそれ。もうね、なんかもう玄米食ってれば幸せっていうか。うん。で、最近お米の値段もなかなか高いんで、結構いろんな安いお米を求めている人も多いと思うんですけど、僕はね、玄米が好きなんですよ。とにかく。硬いっていうのも好きだし、なんかその味もなんか素朴で良くて、で、噛めば噛むほどっていうのかな。なんかそういうのがあって、もう固めにね、玄米を炊いて、それをひたすらね、食うってことをやってます。で、そうなってくると、そんなになんか他のものを買わないので、食べ物を。なんかね、食費はほとんどかかんないんですよ。で、かつ、むちゃくちゃ健康になります。はい。で、お酒ももうほとんど飲みません。もうね、食費が全然かかりません。これが一つエクストリームのスタイル。ただ、節約の文脈的にはやっぱりあまり食費を削りすぎない方がいいっていうのはあって、これは確かで、だから僕もね、別に意識して食費を削ろうとは思っていません。
だから、これは家でのお話であって、外では普通にご飯食べるし、で、友達とかとたまに飲みに行ったりとか、会食とかね、ミーティングとかあるんで、なんかそういうので、やっぱ食べたり飲んだりとかはするんですよ。で、そういうので、結局いろんなものを食べてると。で、いろんなものを味わって楽しんでいるんですけど、このホワイトボックスにいるときは、その全的な食事をしているっていうことです。で、さっき話したように、味噌汁、玄米、納豆、もうそれだけしか食わない。で、朝はですね、キム・カーダシアンセットって言って、これ何度か説明してるんですけど、オートミールにブルーベリー入れて、豆乳かけて、くるみとかアーモンドとかそのナッツを入れて、で、その上にヨーグルトをかけて、で、ピーナッツバターをちょっとだけ入れて食べるっていうね、なんかそういうキム・カーダシアンが食ってそうな飯だってことで、カーダシアンセットって私の方で名付けてるんですけど、これもミニマルな食事の実践の一つですね。で、オートミールって割と値段したりすると思うんですけど、僕は結構大量買いしていて、1キロとかで売ってますよね。なんかアマゾンとかでね、売ってますよね。そういうのを買って、で、食べてます。で、それで考えると、その毎朝食パンを食べるとか、白米を食べるっていうよりも、コストはね、かかってないと思いますね。やっぱでもちょっとそのピーナッツバターとか結構いろいろね、ブルーベリーとか入れちゃってるんで、トータルコストはちょっと上がってるとは思うんですけど、固定してることによって、その判断のコストとか、新しいものを買ってなんか試すみたいなこともうないので、そこで余計な出費というのが生まれませんね。なのでそういう感じで食費を結構ミニマルにしています。で、節約術の2つ目は、大きな固定費を削るっていうことです。はい、もうこれですね、一番の肝は。で、この大きな固定費さえ削っておけば、あとはもうどうにでもなると思っていて、で、やっぱり大きなコストといえば、家賃ですよね。家賃と、あと通信費。で、最近は、インターネット、AI とかのね、サブスクの料金みたいなものも入ってくるかもしれません。結構ね、AI 使ってる人は、月3000円とか多分すると思うので、年間にならすと、3万6千円とかかかりますよね。だから割と大きな固定費だと思います。なので、その辺を考えてみるっていうことです。で、僕は東京に住んでるんですけど、しかも都心部で山手線から近くて、で、そういうところで、10万以下の物件に住むっていうことをやってますね。で、これまでもいろんなところ、2年おきぐらいに点々と動いてるんですけど、もう大体都心部ですね、動いてはいます。で、その中で、大体10万以下と。で、どうしても東京なんで家賃上がっちゃうんですけど、このようなね、狭小住宅っていうね、もう本当に狭いようなアパートとかマンションであれば、普通のワンルームよりも全然コストを抑えられます。大体普通のワンルーム、大体20平米とか、あるいは 1LDK とかあるようなマンションっていうのは基本的にもう10万円を超えます。もう簡単に超える。もうそれがもう家賃の相場ですね。で、最近はもうどんどん家賃相場も上がってるので、もう簡単に15万円ぐらいかな。一人暮らしでも12、3万とか15万円ぐらい払ってる人も多いと思いますね。で、僕も20平米以上の部屋に住んでた時は、13万円とか15万円とかの家賃を払ってた時期もあります。だからそれから比べてね、がっつりね、下げて、10万以下になるととにかくね、楽になりますね。毎月のそのランニングコストがなくなるのと、あとは毎月その自分の銀行口座から引き落とされるものが家賃だけにしておくこと。これも大事です。だからもういろんなそのローンとかを組まないし、小さな支払いとか銀行引き落としっていうのをなるべく削っておく。で、引き落とされるのがもう家賃だけっていう状態にしておくんですよ。そうするとその自分のお金の流れ、キャッシュフローみたいなものが見えやすくなって、で、毎月の収支の把握が簡単になります。で、家計簿をつけることがやっぱり一番のその節約とか、貯金のポイントになるんですけど、でそれは自分も重々承知していて、で、僕の場合は個人事業をやってるので、個人事業のその会計と自分のその家計簿みたいなものをちゃんとですね、毎月管理しながらやっています。だから、引き落とされるものがそこで家賃だけになるとね、ここが事務所を兼ねてるっていう感じになるんで、楽ですね。そこに一切の、なんか不安も生まれないし、なんかシンプルなんですよ。だからあらゆるその計算とか物事とかアカウントとかサブスクみたいなものをシンプルにしておくこと。これが大事で。で、やっぱり固定費をその中でいかに下げられるかってことを考えるっていうことですね。で、もう一つ大きな固定費として話したのが、通信費っていう話をしましたけど、でこの通信費に関してはですね、僕はそのインターネットの回線を引いてません。この部屋に。はい。これがまず一つの自分の大きなエクストリームな節約の技の一つです。大体もう今インターネットが必須の時代で、家にネット回線を引かないっていうのはなかなか難しいことなんですけど、でも今、大容量のね、
こうパケット通信というか大容量の通信ができて、かつ格安な SIM とか、そういう風なキャリアっていうのがどんどんね、出てきていますよね。だからそういうのでテザリングとかでカバーできる領域まで削るっていうことです。つまりその自分が電話、通話みたいなもので使っている通信とインターネットの通信をマージさせるっていうことです。だいたいその家に引いてるネット料金って4000円ぐらいかかるじゃないですか。3000円とか4000円かかりますよね。で、それに加えて、格安 SIM で契約したとしても2000円とか3000円かかりますよね。で、そうなると大体ね、5000円とか6000円ぐらいのコストが出ていきます。で、僕はこれがね、インターネットを引いてないので、もう電話代だけなので、もう3000円ぐらい、安い時で2000円とか3000円とかなりますけど、だから3000円ぐらいしか毎月出ていかない状態です。通信費が。で、これだけ YouTube とかね、やってるくせに、それでも全然ね、アップロードしても事足りるっていう、そういう風な感じになってます。で、あとはこういう風に部屋が狭いと、外のインフラを活用するっていうことができるようになるんで、カフェとか公共の場所とか、今いろんなとこでその無料の Wi-Fi が飛んでいますよね。だからそういうところをうまく活用したりとか、だからそういうことをやってます。だから家でやるだけではなくて、そういう風な、僕はその移動しながらクリエイティブしてるんで、いろいろね、ホテル泊まったりとか、いろんなとこ行ったりしてるんで、そういうところで、結局、どこでもその仕事をやるっていうかな、それをやることで、結局その家にいる時間を少なくすることによって、そのネット回線というものが、そんなにね、重要ではなくなるんですよ。で、これ僕やり始めたのがね、もう2020年ぐらいかな、2019年ぐらいだったと思うんですけど、多分過去にも、小屋暮らししてる動画上げてると思うんですけどね、そういう風な感じで、通信費の削減っていうのをやっています。で、この家賃と通信費、これをね、大きく下げるだけで、もう圧倒的に楽になるし、節約ができて、お金が貯まり、貯金ができるようになります。で、それから最後3つ目の節約術なんですけど、これは、お金がかかる趣味を持たない。そんな感じですね。はい。僕やってることは基本的にアシュタンガヨガをやって、ランニングしたりとか、で、たまにハイキングに行ったりとか、そんな感じ。で、旅はもうなんか趣味っていうよりかは、自分の中の、生活スタイル、ライフスタイルみたいな感じなんで、趣味とは言えないんですけど、やっぱりね、そんなもんなんですよ。だから、やってることがほとんどかかんない。あとはこの発信を趣味にしてしまうっていうのも一つ手ですね。実際何もかかっていません。最初に初期投資はかかりますけど、カメラと PC ぐらいあれば、あとは一切お金がかかりません。で、ハイキングも、やっぱハイキングとかキャンプ道具ってちょっとね、高いんですけど、特に軽いものとか高くなるんですけど、でも一回道具を揃えてしまえば、それでもうずっとできてしまうと。で、壊れてもそれを修理してまたずっと使えるみたいな感じなので、全然ね、お金かかんないんですよね。一回揃えてしまえば。もちろんその山に行くまでの交通費だったりとか旅費とか、もうバンバン本格的に入る人は、それで結構お金が飛ぶっていう人もいるかもしれないんですけど、そんなにね、頻度が多くなければほとんどかかりません。歩くだけなんでね、やってることといえば。基本的に山の中を歩くだけの行為なので、全然お金かかんないんですよ。そこそこの靴と、服と、バックパックがあれば全然いける感じなんで、ある程度最初にお金はかかるけどそれは全くかかんないと。で、そのヨガとかランニングとかそういう実践もですね、全然お金がかかりません。で、僕はジムも契約してないので、基本的にその辺の街を走ったりとか、あとこの間長崎でも走りましたね。旅先でだから走ったりとかよくしてます。で、知らない街を走るのも結構楽しくて、そういうやっぱ外の空気を感じながら走るっていうのは、それだけでなんかすごいエンターテインメントになるんですよ。だから走るってことはもうつくづく思いますけど、こんなにお金かけずに素晴らしいなって。散歩もそうですね。こんなにお金かけずに素晴らしいことができるんだって。しかもやればやるほど健康になるんで、なんかね、いいことしかないんですよね。全くお金がかかんない。それが、そういう趣味を持つっていうのが大事だと思います。で、ヨガについても繰り返しこのチャンネルでは話してますけど、やっぱりね、ヨガっていうのはそれ自体が持たない実践なんですよね。で、パタンジャリのヨガスートラっていう、ヨガの経典、原点みたいなものに、8子則っていうものがあって、それは自分がやってる現代ヨガ、アシュタンガヨガの元になっている理念でもあるんですけど、やっぱりそのヨガ哲学ですよね。その中にいろんな決まりとか奨励事項がある中で、アパリグラハっていう風な考え方があります。これは物をなるべく手放していく、持たないっていう実践だったりとか、あとはシャウチャっていう実践があったりして、これは身の回りを清潔に保ちましょうっていう実践だったりします。つまり、部屋の中をクリーンにしておきなさいよって。そういうふうな教えですね。で、それをやっぱ実践していくことそのものが節約になるんですよ。
なぜなら、物を持たないっていうのは単純にその物を持たないってことになるので、まず買わない。なるべく買わない。で、買ったとしてもそれを長く使っていくとか。で、あとは買わないことによってそのメンテナンスのコストだったりとか修理のコストを減らすことができると。だからお金がどんどん、物が少なければ少ないほどかからないっていう風な状態になります。もちろんその外部のインフラに頼るみたいなことで、それで逆にお金がかかってしまったりすることもあるんですけど、そこはバランスの取りようですね。で、物を少なくしておいて、狭い部屋に住んでるとそのバランスもうまく取れるようになってきます。で、その身の回りを清潔にしておくっていうのもそうですけど、やっぱり物がね、溢れている状態だと、もう何増やしてもいいやっていうか、増やしたとしても気づかないし、どんどんその新しいものとかを買っちゃうループに入るんですよね。で、どうしてもその生活が怠惰になったりとか、堕落した生活を送っていると、食生活みたいなものにも堕落が始まったりして、で、それで余計なものを食べたりして、取ったりして、自分の健康がおろそかになると。で、健康がおろそかになると、今度その病院に行って、診察費とか治療代がかかってきます。で、そういうわけでコストがですね、何か一つを起点に、雪だるま式にコストが増えていくっていう風な状況になる。だからやっぱりそういう意味で身の回りを清潔にしておくとかクリーンにしておくってことは大事なんですよね。そこをいかに維持していくかっていうか、維持することによって物を買わなくなるし、余計なものを食べなくなるので健康になると。で、健康になれば治療代とか薬代も浮くみたいなことになってきます。で、それが結果的に節約につながることになります。で、そんなこと言いながら僕もちょっと年始からね、風邪ひいちゃって、喉に来ちゃって、この間薬ね、市販の薬買ってしまったんですけど、それで出費してるんですけど、でも今だいぶ治ってきて、このように動画が撮れるようになってきました。はい。ということで、簡単でしたが今日はエクストリームな節約術について話してきました。エクストリームって言いながら、意外と基本的なことかもしれませんね。だから節約をやってる人たちは、基本的に抑えてることかもしれませんが、ちょうどね、年の始まり、新しく年が始まったっていうところで、いろんな固定費とか、自分の趣味とか、お金がかかる趣味とか、そういうのを見直してみてはいかがでしょうか。皆さんが実践しているエクストリームな節約術ももしあればコメントで教えてください。このようなミニマリズムの実践や一人ビジネスの方法論に関しては週1回のレターで、共有してますので、ぜひ概要欄から登録してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今週も良い1週間過ごしていきましょう。チャウチャウ。